空が青いなあ。欲しいのか。はい、おはようございます。本日は金曜日、ということで、こちらね、壺焼き芋の壺補修を、タイカモルタルで、やっていきたいのと、あとですね、そろそろ畑、暖かくなってきまして、畑に作物を植えていくわけでございますが、夏になるとですね、水をたくさんやらなきゃいけないので、幸いちょっとなんか、井戸がありまして、井戸っつってもただパイプが立ち上がってるだけなんですけど、はい、それを有効利用できるようにできないかなということで、ちょっと、ポンプみたいな手押しポンプみたいなやつでね、はい、作っていきたいと思います。ということで本日はどうぞよろしくお願いいたします。人血。はい、種まきから、3日目、ちょっと変なことが起きました。見てください、これ。サニーレタスがですね、ちょっとうっかりしてて、この蓋をねずっとこうやってやっててしまったためにですね、いきなり徒長というひょろ長い、になってしまったので、ちょっと失敗ですので、こちらもう一個ね、ここの123つ新しく作りまして、そしてこちらで育てていこうと思います。これは太陽というか光が当たってないために徒長したと思われますので、こちらはちょっとしっかり太陽に当てて育てていきたいと思います。ちょっとまだね、そうまだちょっとここで育てて、それからこっち移したいと思います。で、太陽に当てたいと思います。はい、またね、近所のおばちゃんからブロッコリーと菜の花をいただきました。ありがとうございます。こっち富津来てからね、ほんと野菜を食べる、習慣が増えましたね。今まであんまり野菜をね取らなかったというか食べなかったというか、だったんですけど、もうほんと野菜だけでお腹いっぱいになっちゃうんで、助かります。いつもありがとうございます。はい、今ねコストコで、ピザを買ってきました。じゃーん、ピザ、この大きさでね、なんとコストコは、400円です。安いっすよね。じゃあ食べていきたいと思います。うまい。これうまいんだよね。はい、ということでね、木更津の金田のね、
コストコまで、ちょっと燃料を入れにね行ってきました。そして、戻ってきまして、壺ですね、壺。亀っていうんですかね。これの、第3弾だか4弾だか忘れましたけど、耐火モルタルで、ちょっとかさ上げをしていっております。で、これ1段上がったら、また1段皮からしてということでね、1段ずつ上げてるのでちょっと時間かかってますけど、はい、もうこれで最後かなみたいな感じもあるんですけどね、はい、1段ずつかさ上げしていっております。いいんじゃないですかね。以上、終了。ということでね、いよいよ、井戸ポンプを作っていくんですが、だいぶ昔前にですね、排水管をやった時の塩ビ管のパーツ、がいっぱい残ってますんでね、使えるものが何なのかということで、今下ろしております。そして外行ってね、ここが井戸の場所なんですけど、ここが浅井戸、そしてこちらが深井戸ありますので、とりあえず浅井戸の方から、チャレンジしていきたいと思います。水が出るのでしょうか。そして、井戸ポンプをですね、こちらをこのように、使って、そして、手で組み上げるポンプを作っていきたいと思います。そしてね、これ古い、昔失敗しちゃった排水管ですね、VU100 っていうやつですね。これがね、失敗してやり直したもんですから、それを洗ってきれいにしております。そして、設計図を見ながらね、頭に悩ましてますね。で、何のパーツが必要なのか、買い足しリストを作ってですね、はい、今一生懸命考えております。こちらブロッコリー、インゲン豆、土壌温度が 9.1 度で、じゃがいもはまだ芽が出てませんね。そしてこちら水耕栽培の方、こんな感じでトマトも芽が出てきました。で、サニーレタスがちょっと徒長しちゃってるんでね、こちらアイコも徐々に出てきてますね。この水温が11度で、さつまいもの方も 10度。はい、これ一応北海道今入れましたけど、だいぶ下がってきてますね。はい、そしてこちらがもやしの方、今 8.6 度。じゃーん、こんな感じで芽が出始めましたね。ちょっと来週からまた雨の予報なので、ちょっと寒くなる予報ですので、ちょっとどうなる。ちょっとここのね、雨どいがずれちゃってるので、ちょっと補修したいと思います。ここずれてるもんですから、雨降るとですね、
雨どいに落ちてこなくてですね、屋根からジャバ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 、まき散らすように雨水がですね、垂れてたもんですから、ちょっとはしごを使って、登ってですね、ちょっとずらせば治りますので、叩いてね、補修出しました。でね、ついでにちょっと屋根上の方ね、登ってみました。前回ね、花火大会の時ね、みんなでこの屋根に登って花火を見た思い出がありますね。ということで、ちょっと、ビビりながらですね、降りていきます。それでは、材料を買ってきましたんで、今日のレシピ、は、井戸ポンプを作るということで、材料を、買ってきました。でまずですね、長手、この辺の長手75パイ、50、これ75なんですが、これ中古というか、ちょっといっぱいあるんでね、75と50、VU50、VU75、それと VU40、それと VU の20、これ VP ですけど、VU でも大丈夫です。それとこれが65のキャップ、そして50の VU50 のエルボー、そしてVU の40から20のソケット、これが65から40のソケット、そして20のストレートジョイント、それとこれが100から75のソケット、インソケットで、これが75と50のチーズ、そしてこれが75のストレートソケット、それとパイプを止めるバンド、縦バンドっていうのかな、タッチバンドっていうのかな、タッチバンド80円、それと M8 のナット、ワッシャー、スプリングワッシャー、それとこれが長ナット、これも M8 の長ナット、これがロングアイボルト M8 あと全ネジですね、全ネジ、それと隠し味に鮎ですかね、これはね、魚さん、これちょっと電気入れると動きます。それでは井戸ポンプ作っていきたいと思います。ということで、まずですね、こちらバルブになる部分ですね、ここにこの真ん中センターを書きまして、そしてね、ここのエンドキャップのところの、部分にですね、穴を開けまして、そしてゴムシートをですね、裏から貼って、ピストンのですね、弁、ピストン弁を作っていこうと
いうことで穴あげをしていっております。そしてね、バリを取って、はい、カッターでバリを取りましてですね、そして、ゴムの方をですねカットしていって、ゴムをつけていきます。寸法でね測ってですね、白い、マジックで、書きまして、ハサミで切っていっております。でこの状態だとね、外の寸法なんで大きいので、一回り小さくして、カットしていっております。そしてここに全ネジを取り付ける予定なんですが、はい、これ手元カメラですね。はい、これでエンドキャップを、上から穴を開けていっております。こんな感じでね、ここは全ネジが入る穴で、その横4箇所ですね、はい、水が通り抜ける穴を開けていっております。ゴムマット、1ミリの厚みのゴムマット、86ミリって書いてあったけど、これ外なんでちょっと内側切っていきます。この辺もね、適当に切っていっておりますが、本当はね、コンパスみたいなやつでね、コンパスカッターみたいなやつでね切っていけばいいんでしょうけどね、はい、なんかどっかであるような気もするんですけど、どこにしまったか忘れました。真ん中、そして、ゴムの方ですね、真ん中の全ネジが入る部分をハサミでカットしていきます。はい、そしてハサミが切れましたので、実際にね、ピストンの弁になるところ、に OK ゴムを当てまして OK が出たようですね。はい、そして塩ビ管をね、グラインダーサンダーでね切っていきます。塩ビカッターでね、ノコギリみたいなやつで、切ると綺麗なんですけど、はい、これがまず75の90で、これをつけるから、これで足んねえのか。このバンドをねのビスを外してここにカムとなる木をですね、取り付けていくんですけれども、はい、今付属でついてるナットだとちょっと短いもんですからね、はい、これが必要になってきます。とりあえず仮でねつけました。ここにここで70のいくつにするかだから、ここで600、
このね、長さがですね、ピストンが動く長さになってきますんで、長ければ長いほど吸い込みが多いのですが、いずれにしろですね、上の取っ手のところの、部分で、引っ張り長さが決まってきますんでね。はい、そしてね、削り終わりましたんで、これが VU70 の中に入るかどうか、はい、試してみたいと思います。ちょっとまだ削りが甘いようですね。はい、ということでね、もう 4,5 回削りましたけどね。はい、今度は入るんでしょうか。まだダメのようですね。そして今度ね、ダブルアクションサンダーを持ってきますよね。はい、さらに削っていきます。はい、削りましたんで、今度は入るでしょうか。入りますね。はい。入りましたので、それでは、よいしょ。前ネジをね、先ほど作った弁の方に取り付けていきます。で、ゴムマットを引いてですね、はい、そしてワッシャーをつけてナットで締めていきます。はい、そうするとね、押し込んだ時はゴムがですね、閉じてですね、開いてですね、で水は抜けていきますが、今度引っ張っていくときは、弁でゴムで締まってですね、水を真空にして引き上げていくと。削りましたんで、今度は入るでしょうか。入りますね。はい。何回もやってね、やっと入りました。はい、ここもですね、微妙にこう緩いと水が漏れてしまいますし、きついとですね、ピストンが動かないということなので、ギリギリなところを狙ったわけですね。はい、ということで無事削り終わったので、前ネジを取り付けてですね、はい、ピストンを差し込んでいきます。はい、次が50の塩ビ、こんないらねえんだよな。短いのでいいんだよな。エルボじゃなくて45度じゃん。うわお、45度買ってきちゃってんじゃん。45度ってのに90度買ってきてんじゃん。何を考えているんでしょうかね。はい、45度って言ってるのに90度を買ってきてしまったということで、また買い直しですね。これをまた入れなきゃいけないので削ります。はい、そしてね、また
ここを削ってですね、今度は、落とす部分ですね、配管のサイズを落とす部分の、削っていきます。そしてこれもね、取っ手のカムの部分になる木をですね、ベニヤを削りまして、そしてこれを、削って手が当たらないように、切れないようにですね、サンダーで削っております。そして削り終わりましたんで、ここに穴を開けていきますね。バンド用止める用の穴2箇所と、ハンドルですね、ハンドルが、つくところの上部1箇所、合計3箇所を穴開けていっております。穴が開け終わりましたので、取り付けていきますが、ちょっと長いビスがなくてですね、今日は取り付けられませんでした。あとね、ハンドルもちょっと作らなきゃいけないので、いずれにしろ次回ですね。これね、スマホ見てね、買い足さなきゃいけない材料を今入力してますね。組み立てていきたいと思います。それでは、こちらのね、の通り、まず上部から、VU75、一回ね、ちょっとバラバラにしまして、そして再度、図面を見ながらですね、組み立てていこうというふうに思っております。そうしないとね、忘れちゃうんですよね、パーツを。VU75 をチーズに刺しまして、で、ストレート75を刺して、でここをバンドで留めて、そしてこの木をこうやってサンドイッチして留めるんですが、ちょっと短いのでこれボルト買ってこないといけません。これ次回。そして、この出口ですね、水が汲み出すところに VU50 のショートをつけて、でここがね90度買ってきちゃったんですよ、これ。これね45度が欲しかったんですよね、本当はね。45度で、これで最後排水するところだ。これがね45度にこのぐらいにしたかったんですよね、本当はね。とりあえず、そして、これが、ピストンとなるところ、これを刺しまして、そしてここで引っ張るということと、そしてその後、VU65 の落としをここに入れまして、そして、V40 ですね、40のストレートを入れて、そして40で20に落とすと。でなんでこれしてるかっていうと、この VU65 から本当は20に落としたかったんですけど、ちょっと落とせなかったので、これでやります。そして、このまま20を差し込むということで、これで一応ポンプの形はこういう形で、出来上がりなんですが、こうやって
ポンプアップするということで、ところがそれで、これが最後、今排水管井戸の配管が VU100 で立ち上がってますんで、ここに挿して、そしてこの長さは水が上がってくる水位の長さ、これはちょっと長さ調整します。で挿して、これをつけて、これをつけて、そしてちょっとまだできてないですけど、ハンドルでこう上げると、上げてポップアップするという作りとなっておりますが、本日は以上となります。次回またお楽しみください。ということで本日は以上となります。はい、ということでね、本日の作業内容となります。井戸ポンプ。はい、これ図面通りに、いったようですが、一部材料が間違って足りないということで、次回ですね、持ち越しとなります。はい、ここ45度じゃなくて90度を買ってきてしまいましたね。はい、ということで、本日は以上となります。ありがとうございました。はい、本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。今日はですね、壺焼き芋の壺を、また耐火モルタルで、一段また高くしてですね、はい、でその後、裏のね農家のおっちゃんが来てくれて、ちょっと、じゃがいもの植え付けの指導をしてもらったのと、肥料やりの指導をしてもらったのと、あとちょっとまた来週ちょっと雨なので、雨上がってからの方がいいよということで、その植え付けのタイミングを教えてもらいました。それとこちら、井戸ですね、井戸ポンプを、自作を始めました。でとりあえずちょっと仮でつないで、今、まだちょっと部材がね間違っちゃったりして、足りないので次回用意して、接着してですね、そして、きちんと、井戸の上部に差し込んで、そしてじゃあ水が出るのかということをやっていきたいと思います。ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンをお願いいたします。ということで以上となります。ありがとうございました。人月